こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマゴールデンブラッド第6話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。今回はサンとスカイが特にしんどい回ですね。バンクとピッチさんの方も含めてみんなが悶々と悩んでいた回なんですけれど、でもね、特にスカイですよね。スカイとサン。ただ私はね、個人的に結構泣き顔フェチなところがあるので、その私からするとね、今回は結構見どころもあったなっていう、そういう回でした。はい。まず前回から引き続きキャンプの最後の夜のシーンからですね。スカイとサン二人っきりで湖の上で星を眺めているというね、すごくロマンチックなシーンでした。もうすごくいい雰囲気、絶妙な関係の二人が告白するのであればもう今しかないよねっていう感じになるのも当然かなと思います。スカイの方はまだ前の日の夜、酔っ払ったサンが発した僕のことを愛していますかっていう言葉がすごく気にかかっています。そのことをサン自身が覚えているかどうかも定かではないんですけど、だからこそね、改めて昨日の夜のこと全然覚えてないのかって聞いてみるんですけど、サンはひどく酔っていたので何も覚えていません、何かありましたかって答えるんですよね。スカイはちょっとがっかりするんですけど、でもこの際覚えていようがいまいが関係ないとも思うんでしょうね。サンの口から出た言葉を、スカイは聞いてちゃんと覚えているので、多分それがサンの本心なんじゃないかって考えているわけです。もちろん私もそう思いますし、サン自身もね、そうだと思うんですよ。だからスカイはその本心をシラフのサンから引き出したくて、もしボディーガードじゃなかったとしてもこんな風に俺のことを助けてくれるかっていう風に尋ねるんですね。するとサンはもちろんですって即答するんですよ。でもそれに続けてだっていう風に理由を言いかけるんですけど、でもやめてしまうんです。まさにその先の理由を聞きたいスカイは、だってなんだよ言えよっていう風に詰めるんですけど、サンは口をつぐんだままなんですよね。でもすでにほとんど確信してしまっているスカイは何も言わないサンにもう自分からキスをしてしまうんですけど、それでもサンの方はね応じないわけですよ。ちょっと引き離したりしてしまってね。それで挙句の果てにはもう戻りましょうって言ってその場をはぐらかしてしまうんです。スカイが俺のことをどう思ってんだって聞いても、自分がどう思っているかは重要ではありません、なぜなら自分はただのボディーガードだからです、他のことを考える権利はありませんっていう感じで、いかにもな模範解答で交わしてしまうんですね。その態度にスカイもついに怒ってしまって、そうかお前はただのボディーガードなんだな、じゃあもう聞かないよって言って2人はね決裂してしまいます。その後もスカイもサンもそれぞれの気持ちを抱えて苦しむんですけど、テントで先に寝ているスカイをね、何も言わずに後ろから抱きしめるサンがね、もう本当に切なくて、何も思っていないのにそんなことするわけないよねって、もう2人とも分かってるはずなんですけどね。でも何も言ってくれないくせにどうしてこういうことするんだよっていう風におそらく思っているスカイはもうそのまま泣いてしまうんですよね。もう本当にかわいそうだし、サンも絶対分かってるはずなのになって切なくなりますね。サンの方はもうすでにボディーガードが越えてはいけない一線を半歩ぐらいは越えているじゃないですか。でもどうしても
残されたもう半歩を踏み出せない。それはボディーガードという立場からも、たった一つ自分が持っている志からも逸脱してしまう行為だからだと思うんですよ。もうそれがねすごい切ないんですけど、でもサンの中ではおそらくスカイを守るっていう決意そのものが彼を好きになってしまったっていうことよりも上にあるんだと思うんですよね。そっちの方が優先なんだと思うんです。これって別に普通に考えれば問題なく両立できることだと思うんですよ。だけどもしここで簡単にスカイと恋愛関係になってしまったら、スカイはこれまでの自分の人生とかお父さんに対する恩とかそういうものを自分で否定してしまう気がしているのかもしれないなっていうふうにちょっと思いました。そして時を同じくしてピッチさんとバンク君の方もですが、前回なぜか分かりませんがアリに襲われてね大変な目に遭った2人なんですが、揃って薬も塗ってテントで寝ようとしていたところ、バンクがですね、背中が痛いとか足が痛いとか体がかゆいとかって言って、全然ピッチさんをね寝かせてくれないんです。でそのうるさいバンクをねピッチさんが疲れたら眠れるだろって言ってくすぐってくるわけですよ。で傍から見ればねイチャイチャしてるようにしか見えないんですが、なんかそんなことをしてふざけているうちにちょっと体勢がねいい感じになってしまって、でなぜかよくわからないんですけど雰囲気で2人はキスをしてしまうんですよね。もうこっちもね言葉よりも先に体が動いてしまった系のカップルですよ。だけどそんな自分の行動に驚いてしまったピッチさんは思わずバンクにごめんって言っちゃうんですよね。でバンクはなんでごめんって言うの、今のは一体何だったのって聞くんですよ。でもピッチさんはそんなの俺も分かんないよって言ってその場から逃げてしまうんです。で分からないってことはなかろうって言ってバンクの方が怒って食い下がるんですけど、でも分からないものは分からないんだ、眠いから明日話そうって言ってピッチさんはねここでねもうとんでもないヘタレになり下がってしまうんですよ。もうこれでねバンクはもうめっちゃ怒っちゃうわけですよね。で翌日も当然どちらのカップルもすごいギスギスした状態なわけです。スカイなんてねご飯も食べずにもう俺に構うな指図するなっていう感じでなんかもうずっと一人でできるもんみたいな状態になってるわけですよ。でトクテンちゃんとジュノちゃんがちょっとなんか男子どうしたのみたいな感じですごい心配してるんですけど、彼女たちにはなすすべはないですよね。家に帰ってからもスカイはサンにすごくきつく当たるんですけど、その後スカイとバンクがね電話でお互いに誰のこととも言わず愚痴り合っているんですよ。なんかねその姿がねすごい可愛かったですね。バンクの方がもう俺は本心を言わないやつってマジで嫌いっていう風に言うと全くその通りだってスカイも激しく同意するんですよね。2人ともねなんか煮え切らない相手に対してすごく怒っているわけですよ。2人ともプリプリしててめっちゃ可愛いなって思ってしまったんですけど、でもそのバンクがそれ誰のことっていう風に聞くとあってなっていやお前だよ、お前が何のことかはっきり言わないから怒ってんだよっていう感じで、ごまかしたりとかしてね、お互い誰と何があったとは言わないんですけど相変わらずこの2人はね、親友なので、仲良しでよかったなと思います。ただ、やっぱりねそれぞれで何が起こってるのかっていうことを知らないので、その後もね大学でいつも通り仲良しのグループで過ごそうとしてもなんかちょっとおかしな感じになるわけです。授業が終わった後に
気晴らしにサッカーしようぜっていう風にバンクがスカイたちを誘うんですけど、その時ついバンクがサンに確認しちゃったんですよね。サッカーしてもいいって。そしたら、なんでサンに聞くんだよってスカイの方が怒ってしまうんですよ。で、それはお前がいつもサンに聞いてるからだよっていう風に言うんですけど、でも俺は自分のことは自分で決めるってスカイはまたこう怒り出すんですよね。確かにそのキャンプの前は自分が命を狙われているって知って、スカイはすごく素直になってたじゃないですか。何をやるにもどこに行くにもサンの負担にならないようにいちいち彼に確認を取ってたわけですよね。でもそれはスカイからサンへのこう主従関係を超えた思いやりだったわけですよ。で、その思いやりだったよねっていうことにここで本人を含めて、サンもですけどこう改めてね気づいてしまったわけですよ。だけどスカイの怒りはね全然収まりません。そんなこんなあって、スカイとバンクがサッカーをやっているところに今度は例のごとくピッチさんが現れます。スカイに誘われてピッチさんもサッカーに混ざろうとするんですけど、今度はバンクの方がそっちの人数が増えたら俺たちが不利になるじゃんっていう風に文句を言うんですね。それで仕方なく、人数合わせでそばで見ているだけだったサンも引き込まれてしまうんです。で、そうするとねスカイが俺はサッカーをやれなんて命令してないっていう風にまた言うわけですよ。で、そうするとサンの方もあなたがいつも自分のそばをついて回るとおっしゃったんじゃないですかっていう風にこう嫌味で返して、もう泥沼なんですよねこの二人は。で、あれこれしていたら、今度は試合中にバンクがちょっとこうピッチさんを押してしまって、で倒れたピッチさんが手に怪我をしてしまうんですよね。で、バンクはピッチさんのことを保健室に連れて行って手当てをしてあげます。キャンプの時からずっと怒っていたはずなのに手当てはしてくれるんだなっていう風にピッチさんも思ったわけですね。で、お前優しいなっていう風に声をかけるとバンクの方はですね、俺は誰かさんみたいに無責任じゃないんでっていう風に返すんですね。それを聞いたピッチさんは俺が無責任だって言いたいのかっていう風になるわけですよ。キスのことですよね。あれに対して分かんないって言ったことだと思いますが、でもそんな話をしているところに、スカイとサンがやってきて、結局ねまたそのことについてはちゃんと話ができないままなんです。で、バンクがそのままスカイたちと一緒に帰ろうとすると、責任があるんだったら怪我をさせた俺を家までちゃんと送るべきだろっていう風に言って、なんとかピッチさんがバンクを引き止めます。でね、バンクのスクーターで結局家まで送ってもらったんですけれど、ピッチさんがバンクにうちに寄ってくかっていう風にさりげなく誘うんですよ。でもバンクはいや別に何も用事ないんでっていう感じでスパッとお断りするんですね。それでさっさと帰ろうとするバンクにすっかりこうヘタレキャラになってしまっているピッチさんがさすがにこのままではダメだって思ったのか、そのキャンプの時のことをね、話し始めます。それで出てきた言葉は、こんな気持ちになったのはお前が初めてだから、あのキスが何だったのか自分でも本当によくわからないんだよっていうわけですよ。なんとも情けない。これがね本当にいつもこう威張っているピッチ先輩なのかって笑っちゃいそうになるような感じなんですけどね。でもこんな答えでもいいかっていう風にバンクに聞くと、バンクの方はね結構いいよみたいな感じで言ってくれるんですよ。ギリギリ合格点っていうことですかね。でピッチさんがもう怒ってないよなって聞くと、答えとしては十分だけど
でもまだ正確じゃないっすねみたいな感じで、意外とそっけなくそのまま帰ろうとするバンク。もうこの様子からですね、ピッチさんは絶対将来バンクの尻に敷かれるなって思いましたね。でもう一回ね、ピッチさんがうちに寄ってくって誘うんですけど、でも寄らないって言ったら寄りませんって言って、もうね颯爽と帰っていくんですよ、バンクは。もうなんかね、すごい清々しくて、なんかこういうところがバンクのいいところですよね。普段は結構お調子者で可愛い感じなのに、なんかこういう時だけはこう身持ちが固いというかね、絶対流されないんですよね。でもそのバンクを見送ってこうね、ちゃんとバンクに許してもらえてやったってやるピッチさんがめっちゃ可愛かった。本当にこの人は年上なんだろうかっていう気がしますよね。まあこれでバンクとピッチさんの方は仲直りしたし、あとは時間の問題だなっていう感じですよね。そもそもギスギスしてしまった原因はピッチさんがちょっとこうヘタレを発揮してしまったせいっていうだけなので、そこさえなんとかなればもう全然ね、2人に障害はないわけですよ。もうあとはこう流れに身を任せてほしいです。だけどその似たような状況のスカイとサンの方はこう簡単にはいかないですよね。何せ彼らの方はマフィアの息子とそのボディーガードっていう立場があるので、引き続き家でもやっぱりね、めちゃくちゃ怒っているスカイ。一人でいる時の感触がね、もう5歳児なんですよ。でもその5歳児みたいな姿をサンには絶対に見せまいと頑張っているわけです。いやもうなんかね、それがすごい可愛い。全てが可愛く見えてしまうんですが、でもサンには絶対それを見せないようにしてるわけじゃないですか。でも絶対気づいてるサンもあんなにバタバタしてたら絶対わかる。で、坊ちゃんが5歳児になってるって心の中で思ってるけど、言わないですよね。それが彼のね、気遣いではあると思うんですが、それで何事もないように、夕食の準備ができましたっていう風にスカイを呼びに来るんですけど、テーブルに準備してあったのはそのスカイの分だけだったんですよね、ご飯が。で、サン曰く自分は一緒に食べない方がいいかと思いましてって言うんですよ。スカイはね、それを聞いて、そんな命令はしてない、勝手に決めるなとまた怒ってしまってね、でもういい、出てけっていう風に言ってしまうんですよね。もうスカイはね、サンが何をしても怒るモードになってしまっているんだと思うんですよ。だからこうサンがやることが全て裏目裏目に出てしまいますよね。スカイも別に怒りたくて怒っているわけじゃないだろうに、どうしたらいいのかわからない気持ちをね、ついサンのルービックキューブにねぶつけてしまうんですよね。で、粉々になったルービックキューブを見て、サンが何を思ったのかは分かりませんが、スカイがね、ごめんと、お前の宝物を壊してしまった、新しいのを買うよって言うんですけど、もともと古いものでしたし大丈夫ですよって言うんです。それでまたスカイはね、お前は仕事だから俺の世話をしているのかって聞くんですよ。俺はお前が本当に俺のことを心配してくれているんだと思ってた。だから言うことを聞いてきたのに、お前はただ仕事をしているだけなんだな。だったらもうお父さんに言ってボディーガードを変えてもらう。もう二度とお前の顔なんか見たくないって言ってね、また怒ってしまうんですよね。ただ今回はそのボディーガードを交代させるっていう言葉を聞いて、サンの中でもね、何かこう大きく動くものがあったみたいです。実はそのサンはですね、先日スカイがまた敵に襲われたっていうことをお父さんに報告していなかったんですよね。それは、スカイがそのことを口止めしていたからでした。なぜなら
それをね、聞いたらお父さんはきっとまた相手に報復をするだろうし、そうしたら争いはますますエスカレートをしてしまって、自分はそういうのはもう見たくないんだっていうね、ことで暴力が嫌いなスカイらしい考えがそこにあったからなんですよね。さらに俺のことはサンが守ってくれるって信じてるから大丈夫だよとも言っていたんですよ。だけどスカイからボディーガードを交代させるって言われてしまったサンは、もう遅ればせながらですけどお父さんにその先日のね襲撃のことを報告します。するとね、当然なんでそれを今頃報告するんだっていうふうにお父さんからも聞かれるわけですよ。それで、事の経緯と、自分はそれでもスカイのボディーガードを続けたいって思っていることを正直に伝えます。そうするとね、お父さんの方は、ボディーガードの交代はさせないと。なぜならお前が一番の適任だからだ。で、敵のことはこちらで何とかするから、お前は引き続きスカイのことをしっかり守れっていうふうに、続投を命じられてしまいます。で、そう言われてサンもね、命に変えても坊ちゃんのことを守りますって言うんですよ。それでお父さんの方はね、もう早速敵のマフィアのね、倉庫かな、そこを放火して、やり返してしまうわけですね。なんかこうさすがね実行力のあるお父さんだなと思うんですが、一方スカイもですね、すぐにサンがお父さんに連絡したっていうことを知るわけです。で、お前そんなにボディーガードを交代したいのかって言って、またね、勘違いなんですけど怒ってしまうんですよね。もう怒ってばっかりだよスカイ。またサンの気持ちとは裏腹な展開になってしまいます。もう本当に裏目の男さん。彼のその寡黙さとね不器用さがねあだとなっていますよね。スカイはただサンの本当の気持ちを聞きたい。サンの方はただスカイのそばにいてスカイのことを守りたい。二人はほとんど同じ気持ちなのになかなかうまくいかないんですよね。もうなんかこのすれ違いがすごい切ないし辛いし、スカイにはいつもこうね笑っていてほしいじゃないですか。いやね、泣き顔も最高だったんですよ今回。だけどでもやっぱりね笑ってる方が可愛いと思います。そんな感じで、もうとりあえずみんながすれ違ってしまっているというね、とても辛い回でした。で、次回はこんなもやもやしたものを持ち越したまま、何やらサンの身が大ピンチに陥ってしまう予感がしますね。で、残すところもう2話しかないんですよ。もうちょっと信じたくないんですけど、でも早く続きが見たいという気もします。そんな感じで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。あと2話か。はいもしよろしければ、この動画の高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。